こんにちは BR です。今回からズンダモンさんを呼んで対話式で解説したいと思います。それではズンダモンよろしくお願いします。よろしくなのだ。はじめに、私はテローしかドローンを所有したことがないので、テローとの比較の話になります。なんでテローしか持ってなかったのだ。お金がないからです。切実な問題なのだ。HS155 はどんなドローンなのだ。 HS155 はホーリーストーンという中国の会社のドローンで、100g 以下のトイドローンでは珍しい GPS 搭載の機種になります。まずは良いところ、さっきも言ったけど HS155 は GPS 搭載機です。比較するテローは下部のカメラで映像を見つつ高度 K を監視してホバリングするのに対して HS155 は GPS 座標だけでホバリングします。どっちが良いのだ。自分の見た感じだとテローの方がホバリング精度は良いと感じましたが、 HS155 は GPS が受信できる環境なら機体の限界高度でもちゃんとホバリングできます。 GPS なのでリターンとホームも機能します。遠くに飛ばすなら HS155 の方が良いってことなのだ。 GPS がロストしない限りどこか飛んでなくなるリスクが少ないと思います。もちろん GPS があっても強風には弱いけどね、それは忘れずに。 HS155 はテローと違い、カメラのアングルを変えて俯瞰撮影ができます。私はドローン映像で俯瞰撮影が好きなのでとても気に入ってます。ドローンって感じのアングルなのだ。次にいまいちなところ、 YouTube でいろんな方が対策をしているこんにゃく現象は気になります。こんにゃく現象って何なのだ。これは実際の映像を見てもらえばわかると思うけど、このように波打った映像のことを言います。映像を見てて気持ち悪くなりそうなのだ。そうですね。なのでこれは極力なくしたいと思いました。はじめに買った機体はこのこんにゃく現象がひどく出る機体用だったため、ホーリーストーンへメールで相談したところ、機体の交換で対応してくれました。ありがとうございました。メーカーもちゃんと対応してくれたのだ。新しく来た2機目の機体は初めよりは良くなったのですが、やはりこんにゃく現象は確認できたので振動対策をして対応しました。どんな振動対策してるのだ。それは次回解説にで公開します。ブレ補正はいつもの Google フォトのブレ補正を使っています。投稿主の定番手ブレ補正 Google フォトなのだ。次にカメラレンズのディストーションが気になりました。ディストション、ディストーションまたは Y 極周差と言います。ちょっとした魚眼レンズをつけた感じに映ります。私はテローみたいなナチュラルな映りの映像が好きなので、これは補正しています。解説にで補正方法を解説したいと思います。これも次回解説なのだ。次はホワイトバランスが赤っぽい。これも補正しています。簡単に補正する場合は Google フォトの色温度をマイナス50にするといい感じになります。ちゃんと直す場合は解説にで解説します。ホワイトバランスを補正してないとどうなのだ。他の映像と合わせるときに色味のバランスが取れなくなります。細かいことなので気にしなければそのままでも良いけどね。次に露出補正がない。個人的に露出補正は欲しかったです。こんにゃく現象や夕焼けや朝日の撮影などで使いたかったです。露出補正があればこんにゃく現象は解決するのだ。ある程度はコントロールできるようになると思います。例えばこんにゃく現象が確認できたらプラス露出にしてシャッタースピードを遅くすれば ND フィルターと同じようにこんにゃく現象が軽減するはずなので良くなると思います。また明るくなった映像は編集で調整の必要があります。あと意外とマイクロ SD カードに動画が保存されていない。最近は撮影したらスマホにマイクロ SD カードを挿して映像が保存されているか確認します。空撮をしていて撮れていないことがあって残念でした。飛行後映像が撮れているかチェックが必要なのだ。
ただこれに関して最近気がついたのですが、スマホの画面で録画開始するよりプロポの録画開始ボタンを押して録画した方が失敗しない気がしました。プロポの録画ボタンを押した方がいいのだ。いまいちなところを多く語ってしまいましたが、それに勝る GPS の恩恵は良いですね。空撮じゃなく純粋にドローンを飛ばす楽しさが分かりました。とても良い機体だと思います。僕でもできるのだ。初心者モードもあって飛行範囲を狭くして練習できる設定もありますよ。それで練習するのだ。実は HS155 は今から約半年前に購入してて、いろいろ試して動画を制作して YouTube にアップしたと同時に HS156 が出てショックを受けました。とてもタイミングが悪かったのだ。そんなもんで HS156 が発売したタイミングで HS155 の解説動画を作るのはどうかと思いましたが、なんか悔しいので作りました。もっと早く動画作って公開すればよかったのだ。最後まで見てくれてありがとうございます。よければグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。なのだ。